藤原金藤の最後。光る君へに学ぶ日本史。時代の流れに逆らわず生きた貴公子。藤原金藤は関白太政大臣藤原頼忠の長男として生まれ、若い時には秀才の名を欲しいままにし、百人一首にも和歌を残している人物である。藤原金藤のその後と最後を詳しく見ていこう。藤原金藤は966年弘法3年、関白藤原頼忠の長男として生まれたが、彼の母は醍醐天皇の孫で、妻は村上天皇の孫という家柄であった。そして家系は藤原北家の嫡流であった小野宮流で、いとこには藤原実資や家人の藤原高遠などがいた。金藤と藤原道長は同い年生まれだが、二人が青年の頃、小野宮流と九条流は激しい権力争いを始める。982年、天元5年、延佑天皇の女房であった金藤の姉の信子が子のできないまま皇后となった。この2年前には藤原の兼家の娘彬子が延佑天皇の第一王子の康仁親王を産んでいたが、女房のままであった。それは延佑天皇は兼家の九条流が勢力を伸ばすことを警戒して、小野宮流の信子を皇后にしたのである。そのためこの時はまだ17歳の金藤は皇后の弟として官位が十四位の上に進んでいる。同い年の藤原道長がこの官位に至るのはやっと5年後のことである。得意になった金藤は兼家邸の前で、ここの女房はいつ皇后になられるのかなと言い放ち、兼家たちの反感を買っている。兼家は道高、道兼、道長の3人の息子を呼び寄せ、今のままではお前たち3人は金藤の影さえ踏めないだろうと嘆いた。道高と道兼の2人はおとなしく反省していたが、道長は今に影ではなく金藤の顔を踏んでやると兼家に啖呵を切っている。道長は若い頃から恐ろしく負けん気の強い青年だったのである。崋山天皇が即位すると何としても外戚となりたい金藤の父頼忠は娘の政子を後宮に入れている。崋山天皇は和歌に関心が深く、東宮時代から和歌の得意な金藤とは親密であった。そのため代理の歌合わせでは、金藤は皇子を務める栄誉に預かっている。986年寛和2年10月10日、京都嵐山の大井川で延佑法皇の遊覧が行われた。その際、漢詩、和歌、管弦の3隻の船を用意し、それぞれその道の達人を乗せて腕を競わせる趣向があった。すべてに秀でた金藤は3隻すべての船に乗る栄誉を与えられ、見事な腕前を披露している。まさにこの時が藤原金藤にとっては人生の最高潮であった。しかし崋山天皇が兼家と道兼の陰謀によってわずか2年で退位させられると、状況は一変する。兼家の孫の
一条天皇が即位すると、小野宮流の金東らが外戚となる可能性は絶無となり、九条流の道長らは我が世の春を迎える。この時金東は九条流の人々に呼び止められて、そちの子供を産まないスバラの妃はどこにおられるのかななどとからかわれて悔しい思いをしている。摂政政治とは、受代した娘が天皇の皇子を産むか産まないかで、その一家の不沈が左右される博打のような側面もあったのである。そのため以後14年間の長きにわたり、藤原金東の官位は全く上がっていない。それに反して道長はどんどん昇進を続け、金東をはるかに抜き去っている。藤原金東は同輩たちにも出世を追い越されたことを恨めしく思って、長い間出仕もせず、大納言を辞めようとした。その金東から部下で赤染右衛門の夫大江正平は辞表の代作を依頼された。正平が帰宅し書きあぐんでいると、妻で妻女として知られた赤染右衛門が見かねて助言する。あの方は大層虚栄心の強い人です。金東様は輝かしい先祖を持ちながら、今はうだつが上がらないことを嘆かれているのでしょう。そのことを辞表にお書き入れなさいませとアドバイスした。そこで正平は妻の助言通りに辞表を書いて提出すると、金東は感嘆して喜び、その辞表をすぐに採用したという。1005年寛康2年、道長は娘の彬子が一条天皇の中宮に決定すると、花嫁道具に高価な屏風を作らせた。そして公卿たちに屏風和歌を読むように強要した。元来屏風和歌は身分の低い歌人が読むことが恒例になっていた。そのため藤原実資は読まなかったが、金東は早々に道長の権力の前に脱帽して和歌を提供している。同じ小野宮流の実資と金東は道長への接し方が真逆で対照的であった。実資は有職故実という朝廷内や武家などにおける儀式や慣習のエキスパートであった。そのため実資は権力者として前例を無視しようとする道長にしきたりを重んじるように諫言して厳しく接した。一方の金東は長女を道長の次男乗道に嫁がせ、道長にはうやうやしく仕えている。道長は金東の顔こそ踏まなかったが、父金家に切った短歌を実現させたのである。金東は娘婿の乗道と会う時にも何かと気を使ったようである。いとこの実資はそんな金東の姿を、近頃の金東の態度は追従であると日記小遊記に憤慨を込めて記録している。ところで藤原金東は検非違使別当という今で言えば警察庁長官のような役職に就いていた期間がある。そんな金東には北山省という儀式書有職故実の著作がある。金東が北山省を書き始めたのは
検非違使別当の任を離れてからしばらく後のことであった。検討は北山省を書く原稿用紙として用いたのは、不要になった検非違使関連の公文書の裏面だったのである。紙が貴重であった時代のためだが、そのため平安時代に起こった事件記録が多数残ったのである。検討自身は意識したかどうかはわからないが、生き残った一群の公文書は歴史学者たちの間では三条家本、北山省裏文書と呼ばれている。この文書には平安時代が詐欺や窃盗などの事件が絶え間なく起こっていたことが綴られている。藤原検討は和歌や漢詩以外にも偶然ではあるが歴史的に貴重な文書を残したのである。ところで道長との政争に敗れ、検討は精神的に深く傷ついたようである。藤原検討は1026年万寿3年正月に弟の西円がいる洛北、現在の京都市左京区の下脱寺で61歳の時に出家している。病気に悩まされ一足早く出家していた道長が検討に僧の装束とともに次の歌を送っている。古は重い掛け木や取り交わし、各金物と法の衣を。昔はちょっとでも思っただろうか、出家して喪服を送り交わしてこのように着るようになるとは、と。検討は道長へすぐに次の変化を送った。遅れじとちぎり交わして着るべきよ、君が衣に立ち遅れける。二人揃って喪服を着るように約束するはずだったのに、あなたに遅れて私は喪服を着ることになってしまったのは少し残念である、と。権力の頂点に立った道長とそれに従うことで自らの才能を生かした検討である。しかし二人とも権力争いの場から離れると、昔の同い年生まれの友達同士に戻れたのである。このやりとりの1年後に道長は没した。藤原検討が亡くなったのはそれから14年後の1041年長久2年享年76であった。